はいさい本日はお越しいただきましてありがとうございます。本日は Does Ruby Parser Dreams of Highly Expressive Grammar というタイトルで Ruby のパーサーの文法を拡張してより表現力豊かなものにしていくというお話をしたいと思います。はじめに自己紹介させてください。私は高田雄大と申します。各種アカウントではこのアイコンと YDAH という、この ID で活動しているんですけれども、この ID なんですけどどう読むのかわからないとよく人を困らせてしまうわけなんですけれども、ワイダーと読みますので、そう読んでいただけると嬉しいです。現在所属している会社は株式会社アンドパッドという会社に所属しています。で、リアクティクティングチームというチームに所属していて、大きなレールズアプリケーションのリアクティクティングや横断的な技術的課題の解決をしています。で、株式会社アンドパッドなんですけれども、幸せを築く人を幸せにというミッションを掲げて、建築業界に特化した SaaS を開発提供しています。オフィスから現場まで関わるすべての人々が本来やるべきより良い仕事ができるように様々なプロダクトを開発展開しています。また、様々なプロダクトが Ruby によって作られています。今年、アンドパッドはプラチナスポンサーもといパーティースポンサーを務めております。ありがとうございます。で、現地にですね、様々なメンバーが参加していまして、またブースもありますので、もしアンドパッドの技術だったりビジネスについて聞きたいことや、一緒に働いてみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお声掛けください。で、私の方の話に戻しますと、私はですね、大阪生まれ大阪育ちでですね、今も大阪に住んでいますので、大阪は、京橋の京橋アルビーという地域 Ruby コミュニティの主催をしていたり、ちなみになんですけど、何とは言いませんが、今年の8月ぐらいに、大阪方面に来られる予定を立てておいていただけると良さそうに思います。何とは言いませんが。で、そしてですね、私はですね、Ruby 関西のメンバーであり、浅草 Ruby にも参加しています。また、ドラゴンブック勉強会のメンバーでもあります。そしてですね、OSS プログラミングは私趣味としていまして、ロボコップ R スペックチームに所属しているのと、また最近コミュニティのメンテナーにも最近なりました。で、また今日お話しする予定のですね、リャマにですね、最近よくパッチを送っていましてですね、なんとですね、ということで、昨日ですね、なんとコミットビットをいただいてですね、リャマのコミッターになりました。ありがとうございます。で、実はですね、もうすでにRuby 3.3.0 にも私が追加したリャマに追加した機能が入っていてリリースされているんですけれども、その機能については後ほど紹介したいと思っています。では、本題に入る前にパーサーとリャマの現状と問題意識について簡単に説明したいと思います。まず、リャマとは一体何なのかっていうところなんですけども、これはもうおそらくですね、前の方にいらっしゃる方々にはですね、説明するまでもないと思う前提で話しますが、リャマは、Ruby によって実装された LLR という構文解析の手法を使用した構文解析を生成するパーサージェネレーターです。パーサーをインプットとして C で書かれた LLR パーサーを出力します。これまでは GNU-Python と Python ジェネレーターを使ってパーサーを生成していったのですが、Ruby 3.3.0 以降はこのリャマを使って生成したパーサーが使用されるようになっています。では、なぜ Python からリャマに移行したのか、何が嬉しかったのかというと、私は大きく2つあると思っていまして、一つ目は Python の場合は複数のバージョンをサポートする必要があったわけです。なぜかというと、Ruby はソースコードからビルドする場合には、その、ビルドする環境でインストールされている Python が使われるので、異なるバージョンの Python でビルドできる必要があります。そのため、Python に追加された、例えば新しいバージョンで追加された新しい機能っていうのをすぐに使うことができないという問題がありました。で、二つ目は、Python に、機能を追加したり、Python の機能を拡張するっていうのは簡単ではないということです。Python のユーザーはもちろん Ruby だけではないので、他の様々な言語でも使用されているので、変更するにはそことの、調整や、議論が必要になってきます。また、例えば他のモダンな文法を持ったパーサージェネレーターに移行したとしても、結局その先で同様の問題があります。なので、Python からリャマに移行する意義があったと思っています。続いて、パーサーの現状の課題について見てみると、様々な課題がこれまで議論されてきて、昨日のお話でもあったと思うんですが、その中でも一つとして、メンテナビリティの問題がありました。で、これまで多くの人が、パースワイは難しいという結論に至ってきました。で、呼び方も様々で、悪魔城と呼ばれたり、地獄と呼ばれたり、魔境と呼ばれてきました。で、これ何が難しいのかっていうと、これは様々な要因があるんですけれども、今日のトークで取り上げるのは、この3つを取り上げるつもりです。で、1つ目は、Python のプリミティブな文法しかサポートしていないことによって、素朴に生成規則を書くしかなくてですね、っていう問題と、2つ目はパーサーとレキサーが密結合していて、
レックステートによるハックが難しいということ。で、3つ目は、新しく文法を追加するときなどに既存の文法とコンフリクトした場合に解消の方法が難しいということ。で、これら総じて言えば、パース Y を開発するときの体験を改善することが求められていると言えると思います。というわけでですね、本日の話は、パース Y の開発体験を向上するお話をしたいと思います。で、ここに挙げた3つのメンテナビリティについての課題を文法を拡張することで戦うお話です。パース Y をいじったことのある方は、もっとリッチな文法を、Python がサポートしていたらなと、一度は思ったことがあると思うんですよ。思ったことありますよね。で、このトークで、リャマにリッチな文法を拡張していくことで、パース Y の歴史的経緯によって、生じている複雑さを解決する方法の一つを示すことができると考えています。信じています。で、それでは、パース Y の文法を拡張してメンテナビリティと戦う旅に出ましょう。まずはプリミティブな文法しか提供されていなかったことによる弊害との戦いです。先ほども言いましたが、Python は比較的プリミティブな文法なんですね。なので、そのため、パース Y にはこのような生成規則がありました。ちょっと小さくて見にくいとは思うんですけれども、この2つの生成規則って実は同じ構造と同じアクションを持ってるんですね。なので、違いって本当にここの非集団記号のみの違いだけなんです。その他の構造は全く同じなんですよ。で、皆さんがですね、もしこんなコードをですね、もし仕事で見た場合はどうしたいと感じるでしょうか。おそらくコードを明確でシンプルにするために、それらを抽象化して共通的に扱いたいと思うじゃないですか。でも、これはかつ、これは今だから生まれるような考え方ではなくて、昔から普遍で、明確で単純な論理とか自然な表現を考えて、巧妙なトリックとか変わった構成を避けるならば、この考えに至るのは自明なことだと思っています。そこで導入したのがパラメータライジングルールという概念です。これは何かというと、生成規則において非集単記号の定義を任意の数の他の集単または非集単記号でパラメータ化できるものです。要はパターンに名前を付けることでルールの意図を明確にするとともにパターンの再利用を可能とするものです。このパラメータライジングルールのアイディアは別に私がゼロから考えたわけではなくて、メンヒルというオキャメル向けの LR パーザージェネレーターに実装されている機能を参考に実装したものです。で、ルールの定義の方法はこのように%ルールというディレクティブから書き始めて、ルールの名前とルールに渡したいパラメータを定義して、そして通常の生成規則の定義と同じように RHS を定義していきます。で、ルールを使用する際には、このようにルール名と渡したい集単もしくは非集単記号を渡してあげて、この時に、パラメータ名と同じものは、このルールを使う側で渡した集単もしくは非集単記号が展開されるので、この例で言うと、この X の部分は foo が展開されます。で、どのようにルールを解決しているかっていうと、これはルールの定義に基づいてルールをリゾルバーに登録していて、要はルール名とパラメータの名前とパラメータの数と、そして RHS の定義とユーザーコード部、つまりアクションのコードをルールとしてリゾルバーに登録しておいて、で、ルールが呼び出された場合に、ルール名とパラメータの数がわかるので、それを元に登録されたルールを検索して、該当のルールを割り出しています。で、これはもし同名かつパラメータの数も同じルールが登録されている場合には、後で登録されたものが採用されます。これはパラメータライジングルールのオーバーライドを実現するためにこのように後勝ちになるようにしていて、これ後で話すんですけども、標準ライブラリの定義を上書きできるようにこうしています。で、生成規則の展開はどのように展開されるかというと、この例で見ていくと、このパターンって結構よくあるパターンで、オプショナルで省略可能な、集単もしくは非集単記号のパターンを表すパラメータライジングルールの例なんですけれども、実際の例で言うと、例えば、if end の中の else って省略できますよね。で、そういったところでよく見られるパターンなわけなんです。で、使ってる側は、ナンバーというパラメータをこれ渡しています。この場合にどうなるかというと、このようにオプト風の RHS としてオプションナンバーという生成規則が作られます。これはリャマが内部で生成していて、名前もルール名と渡されたパラメータ名をつなげたものを生成規則名としています。そして、その生成規則の RHS として、パラメータライジングルールの RHS として定義されているこのエンプティとナンバーが展開されるようになっています。そして先ほど見たこの2つのですね、同じ構造と同じアクションを持った生成規則はですね、なんとですね、こんなにシンプルにあります。で、このようにですね、抽象化して、共通的な処理を抽出することができるようになったわけなんですよ。で、これめちゃくちゃすごくて、これルールに抽象化したことで、この生成規則のこの下のパートがめちゃくちゃシンプルになってるんですよ。本当に一行になってるんですよ。で、こうしてですね、私たちはですね、これによって何を得たかっていうと、パース Y によって構造を取り出すことが初めてできるようになったわけですよ。これ本当にすごいことなんですよ。で、ただですね、このパラメータライジングルールを使うときにちょっとケアしてあげる必要があることがあって、それをですね、この簡単なパラメータライジングルールの例で説明すると、アクションでこのようにパラメータライジングルールを適用した結果生成される生成規則の型の情報を与えないといけないんですね。っていうのも、
今ですね、現状、リャマにおいてはアクションで参照される、すべての集団非集団言語についての型の情報を与える必要があるからです。で、型の情報を指定するには、パーセントトークンとパーセントタイプディレクティブを使用して、その型を指定すればいいわけなんですけれども、型の情報はタグを型の情報は、タグを使用して、ユニオンのフィールドを指定しているわけなんですけれども、これを指定することで、この例であれば、ナムであれば、インテジャー、ストラであれば、キャラポインターといったユニオンで定義している型の情報を与えることができます。しかしですね、先ほども言いましたが、パラメータライジングルールを適用した結果、生成される成績規則については、リャマによって生成されるんですね。つまり、このfooナンバーストリングというこのパラメータライジングルールを読んでいる箇所は次のように展開されるわけです。で、この場合だと、fooナンバーストリングというのは生成規則が内部的に作られているので、別の方法で型の情報を渡してあげる必要があるので、このように、パラメータライジングルールを呼び出した後ろでタグを指定して、型情報を渡すようにしています。また、こうする必要がある理由としては、この例のように、パラメータライジングルールに渡す実パラメータによって展開される生成規則が異なる型を持つことがあるんですね。つまりこの例で言うと、パラメータライジングルールを呼び出す側の、ダラ1は上の場合だとナンバーを渡しているので、インテジャーになるし、下の場合はストリングを渡しているので、キャラのポインターになるわけですね。で、そして、パラメータライジングルール側のダラダラというのはもう受け取ったパラメータによってイントにももしくはキャラポインターにもなる可能性があるわけで、そのためこのように、型の情報を、タグで渡せるようにしています。で、これを使って現在のパースファイのいくつかの構造は、パラメータライジングルールとして切り出しています。しかしですね、そこでですね、中田さんから、フィードバックをいただきましてですね、このようにですね、予備側で常にタグ指定すると、パラメータライジングルールの中で、さらにパラメータライジングルールを読んでる場合とか、あともうタグの指定が必要ですし、あと、この一番下の例みたいに RHS の間で読んでる場合も常にタグ指定する必要があって、これすごく見づらいんですよね。で、これすごく冗長で、どれも指定してるタグ一緒なんだから、一箇所にまとめたいと思いますよね、というところで、パラメータライジングルール側でタグを指定できるようにもしています。で、これによって冗長なタグの指定がなくなってとてもスッキリしたと思います。また、これによって定義側と呼ぶ側のどちらでもタグの指定による型の指定ができるようになったわけなんですけれども、この例だと定義側はイントのタグを指定していて、読んでる側はアンサイドイントのタグを指定するということもできるわけなんですよ。で、この場合に優先度は呼ぶ側の方が高くなっています。つまりこの例だと uint のタグがダラ1とパラメータライジングルール内のダラダラの型情報として採用されます。では、ここまでは、自分でルールを定義するという話だったわけなんですけれども、過去に松本さんはですね、Ruby の設計についての話で、プログラマーの、生産性を高めるために Ruby でプログラムを簡潔にすることに重点を置いていますと。で、プログラムをコンパクトにするようにしていますと。で、やりたいことを実行するライブラリメソッドがあれば、多くのコードを記述する必要はありませんと話されているわけですね。で、Ruby でもそうなら、パーサーでもそうあるべきだと思っていて、例えばよく使われるような構造ってわざわざ定義したくないものです。で、具体的な例で言うと、カンマで区切られたアイテムのリストっていうのは非常によく見られる構造で、例えばメソッド定義とか、メソッドコールの引数のリストだったりとか、あとは配列の要素のリストだったりとか、このような一般的な構造を定義することなく使いたいですよねというところで、リャマは、スタンダードライブラリという形で、それら一般的なパラメータライジングルールを提供しています。で、オプションとかリストなどの一般的な構造を持つ生成規則を標準ライブラリとして提供しているわけなんですけれども、これはどこに定義されているかというと、リャマのリブリャマグラマ std リブで管理されていて、構文解析時に解析対象の文法ファイルとマーチされます。で、どのような定義があるかについては、このファイルの中を見ていただくと分かると思いますので、そこを確認していただければと思います。で、標準ライブラリ使いたくないっていうか、一時的に外したい場合は、文法ファイルに、%no std ディレクティブを追加すれば、標準ライブラリがマージされなくなります。でまたですね、オプションとリストと、ノーエンプティリストというこの3つのルールにおいては、正規表現のように書けるエリアスも用意しています。よくあるやつですね。これによってよりシンプルに記述することができて、これ実際に置き換えたケースなんですけれども、これは、オプショナルな改行が右括弧の前に来ることを示している生成規則なんですけれども、これもスタンダードライブラリ提供しているオプションのエリアを使ってあげると、こんな感じでもう本当に一行になっているし、オプショナルな改行コードを示す生成規則をこんなにシンプルに書けるようになるわけなんですよ。で、しかもですね、これはわざわざパラメータライジングルールを定義しなくても使えるんです。いや、すごいですね。
で、ここまでの話をまとめると、Python がプリミティブな文法しかサポートしていないことによって、今までは生成規則を抽象化できず、ルールをベタッと書くしかなかったという辛い点がありました。それに対して、パラメータライジングルールで、構造を取り出すことができる力を手にして、整理することによって、見通しを良くすることができるようになったと考えています。こうしてですね、リッチな文法を提供することの有用性っていうのは少し感じていただけたかと思います。では続いて、レクサーとパーサーの密結合の問題について考えてみましょう。考えたい問題としては、金子さんの日誌に、パーサーとレクサーの密結合の要因が書かれているのですが、特定の生成規則をある条件下では無効にしたいということがあります。これはその日誌でも書かれていた例ですが、ラムダの仮引数にはトリプルドットが来てはいけないというのをどのように管理しているのかを見ていきましょう。で、こうなんですけれども、これはレクサーがドット読み込んだ時の処理の一部なんですけれども、この赤線でかかっている部分がまさにその処理になっているわけなんですよ。で、これを見てなるほどとすぐに理解できる人は本当に限られた人がいるのかって思うんですけど、いや、本当に難しくて、で、ここでは、ラムダで左の丸カッコがあってトリプルドットが来た時に t.3 っていうトークンを返してるんですけれども、これなんで t.3 を返してるかっていうと、tb.3 はここにおいては生成規則として正しいので、ただここでは、シンタックスエラーにしたいので t.3 の場合は生成規則、なのでt.3 の場合は生成規則として定義されてないので、ここで t.3 を返すことによってシンタックスエラーにしてるっていうなんかハックが入っていて、なんかすごくこれを読んで、なるほど難しいなと思いました。これはですね、なんか省略したRHS をたどった図なんですけれども、要は、ここでなんでこういうハックが入ってるかっていうと、FArgs リストも、FLArgs リストも、どちらも FArgs をっていうルールを、生成規則を使い回したいわけなんですよ。で、構造はほぼ同じで、差分はこの FLArgs リストの場合は、tb.3 はシンタックスエラーにしたいというわけですね。で、おそらくこれを最もシンプルに解くと、FArgs と argtail をもうそのままコピーして、全く同じ生成規則かつ、ただlargtail にはargsforward、つまり tb.3 を認めないようにすればいいんですけれども、ただこれって単純に二重管理してるだけで、全部同じ変更しなければ、今後、同じ変更しなければいけないのは全然嬉しくないわけで、かつこれを現状のパラメータライジングルールで解決するのもちょっと難しい問題で、ただですね、考えればですね、ある時には許可して、ある時には認めないようなものを表現している時って、我々はよく使っているものがあるわけですよ。で、それを使ってみるといいのではないかというところで、私はですね、パラメータライジングルールの中で条件文が書ければいいのではというところで、パラメータとして条件を渡せればいいのではないかと思いました。で、簡単な概念図ですが、こういうことです。要は、これ上下で分かれているんですけど、FArgs と argtail は同じものだと思ってください。で、ラムダでなければ argsforward は argtail の RHS として含めますが、ラムダであれば、argsforward は argtail の RHS として含めないようにすればいいわけです。で、実装ちょっと作ってみて試してみたんですけれども、これ全然アプローブもまだもらってないので、まだここから少し細かい文法が変わるかもしれないですし、そもそも違うアプローチになるかもしれないですが、提案段階の機能として捉えていただければと思います。で、2つ書き方があると思っていて、1つは、なんか、いわゆるコーチ if のように書く方式です。で、%if の後に、括弧にパラメータライジングルールにパラメータとして渡した条件を指定しています。で、そして渡す側としては、集団記号や、集団記号と区別するために、%もしくは%false で、渡しています。で、これはファルスだった場合に、このパラメータライジングルールが作成する生成規則そのものが含まれなくなっていて、これ実行してみるとうまく動いていることが分かっていて、この、下の2行なんですけれども、rtrue については、true の場合は、リャマが生成した生成規則が紐づいていますが、rfalse は何も紐づいていないことが分かります。もう一方は、RHS の一部を切り替えたい場合の用途として、単純にその if end みたいな感じで、if と end if に囲った範囲を有効とするか無効とするかを判定するような文法で、これはファルスだった場合に囲まれている RHS が含まれなくなるので、ファルスの場合は、下の R ファルスの場合は、ルールのところに2つ X があって2つ展開されるんですけれども、その片方が含まれなくなります。でこれも実行してみるとうまく動いていることは分かっていて、defined rule number true についてはナンバーが2つ紐づいているんですけれども、defined rule number false は1つしか紐づいていないことが分かります。はい。で、ここまでまとめると、パーサーとレクサーが密結合していて、レクステートによるハックが結構難しいっていう辛い点があったんですけれども、それに対してパラメータライジングルールさらに
こう進化させることで戦える余地があることがこれによって分かったと思います。で、進化によって、より柔軟なものになることがもう示唆できたと思っていて、何をパラメータ化して渡せるようにするかっていうことを考えると、もっとなんか他の問題を解けるかもしれないので、それを探っていきたいと思っています。で、最後にコンフリクトの解消が難しいという点を見ていきましょう。これはですね、簡単な計算機の一部を示している成績則の例なんですけれども、これなんかパッと見はすごくうまく動きそうに見えるんですけれども、これコンフリクトしてしまうのが現実で、実際にレマで解析させてみると、次のようにコンフリクトが発生してしまいます。では、ここからどうやってコンフリクトを解消するのでしょうかって考えてみると結構悩むかもしれないですね。で、とはいえですね、なんかこの構造を見てみると、式は数字か式と式をオペランドでつなげたものだって、なんかこの構造すごくわかりやすいので、これを崩さずに直す方法はないかって思うんですけれども、そう簡単にはいかないんですよね。で、標準的な回避先は次のように OP の定義を使わないようにして、その定義をエクスプレッションの定義にインライン化することなんですね。で、これによってコンフリクトは解消するんですけれども、元の成績規則の構造の一部が変更されてしまうんですね。そのため、なんかその、現実的な状況では変更前と同じ動作にならない可能性もあるわけです。そこで導入したのがインライニングという概念で、これはコンフリクトが発生したときにそれを避けるためにグラマーの構造を大きく変えることなくコンフリクトを解消するための機能です。で、これもパラメータライジングルールと同様、メンヒルという、オキャムル向けの LR パーサーズジェネレーターに実装されている機能を参考に実装したものです。で、これを実際に使ってみると次のように表現することができて、これもインライニングもパラメータライジングルールの一機能として定義しているので、パラメータライジングルールと同様でルールディレクティブから始めて、インラインディレクティブ付与して、で、その後ルールの名前つけて、その後にインライニングとして展開した RHS を定義します。で、使う側は通常の非集団記号や非集団記号と同じように RHS に指定するだけで使用できます。で、これ実際に動かしてみると、インライン化した後のルールとアクションは次のようになります。で、エクスパプラスエクスパとエクスパタイムスエクスパと、ルールはこのように展開されており、アクションもそれぞれ足し算と掛け算にちゃんとなるように展開されていることがここでわかると思います。そして何よりも、これのいいところは、生成規則の構造を変えることなくコンフリクトを解消するっていうところがすごくいいところで、いいところです。で、しかしですね、現状まだ結構内部な実装になっていて、今はですね、アクションのユーザーコードを直接書き換えているようにしているので、実際に展開するときにもう本当に C 言語のいわゆるマクロのようにコードそのものを書き換えています。で、しかしですね、最終的にはインラインの定義側のアクションコードを保持しておいて、展開先のアクションの参照箇所に対して保持しておいたその定義側のアクションで置き換えるっていう作りにしたいなと思っていて、ただそれを実現するためには、アクション内で使用するやはり中間言語のデザインをする必要があるかなと思っています。で、これは、現在は C 言語の構文解析機を生成するわけなんですけれども、最終的には様々な言語で書かれた構文解析機を出力する未来においては、なんかその中間言語から各言語へのトランスパイラーを書く必要があって、で、それをしっかりと見越した言語設計をしていく必要があるかなと思っていて、ここはちょっとまだ改善すべきところはありますが、まだまだ考えることはたくさんあるというところだと思っています。ということで、ここまでのまとめなんですけれども、コンフリクトの解決方法ですが、このように文法を拡張することによって、その解決を簡単にすることが、この実装によって示唆されたと思います。で、インライニングはまだ素朴な実装なので、まだまだ改善する必要はあるんですけれども、しかしですね、この構造という情報を失わずに整理できるのは本当に強力な力だと思っています。はい。大変だ。早く喋りすぎてめちゃくちゃ早く終わりそうなんですけれども、最後に結論です。で、メンテナビリティを脅かす3つの脅威なんですけれども、文法を拡張することでうまく対処することが示せたと思っています。で、文法はまだまだ拡張の余地もありますし、より豊かな文法に発展させていくことで、パース Y の保守性をより高めていくことができると信じています。で、何よりも、我々はパーサージェネレーターが提供するより便利な機能をもう今使えるんですよ。ということで、しかもですね、これ実装すればするほどこれから便利になっていくわけなんですよ。ということでですね、リャマに、リッチな文法を拡張することで、パース Y の歴史的経緯によって生じている複雑さを解決する方法の一つを示すことができたと思っています。また、文法ファイルのメンテナンス性が向上することで、それが Ruby の文法の発展にもつながることを信じて、これからもリャマと、パース Y をより良いものにしていきたいと考えております。
で、最後になりましたが、謝辞です。ちょっとすみません。順番が前後しちゃうんですけれども、まずは、松田さんで、松田さんは、去年の Ruby 会議でもらったフィードバックが、山へのパッチを起こり始めるきっかけになったので、本当にありがとうございます。そして、16さんは、ドラゴンブック勉強会という会を主催されていてですね、私の構文解析の理解が、深まるきっかけをいただいています。そしてですね、何よりですね、このトークのタイトルの名付け親でもあります。とても良いタイトルをありがとうございます。続いて小葉潤さんですが、山においてリャマの内部パーサーを落下したっていうのは本当に偉業かつ、これによって以降の新しい文法の追加の、容易性が格段に上がったと思っています。で、私が今日のトークで発表した、機能、取り上げた機能、文法も既存の文法とコンフリクトを気にせずにっていうか、コンフリクトしていたら分かるようになっているので、そのコンフリクトを気にせずに追加できたのは小葉さんの尽力のおかげだと思っています。ありがとうございます。で、最後に金子さんなんですけれども、金子さんは本当にもういつもですね、こう相談に乗っていただいたり、この登壇にあたっても多くのサポートをしていただきました。本当に感謝しています。で、またですね、金子さんが去年のトークされてなかったら、私はここに立ってないので本当に感謝しています。で、リャマという本当にですね、最高にこんなに尖っていてですね、こんなに楽しいプロジェクトで一緒に開発できていることが本当に幸せだと思っています。で、ここまで、私をこう沼に引きずり込んだということでですね、ぜひですね、最後まで責任を取っていただいて、リャマが生成するパーサーがこれからも Ruby のパーサーとして、使われるようにやっていきたいと思っています。これからも引き続きよろしくお願いします。はい。では今日のスライドのリファレンスはこちらです。はい。ではご清聴いただきありがとうございました。これからもリャマとパースワイの改善をしていきたいと考えていますので、次のパッチをお待ちください。